にちは。私はアメリカから来た平子コテルです。どうぞよろしくお願いします。アメリカには法のその教師だけで評価してはいけないという噂があります。その意味はどんなに魅力的でないように、イエロー本でも作者があなたに思いを伝えたいと願っている内容を正しく判断するために、その本を大体見るべきだということです。同じことは私たちが他の人に同棲するかということにも言えるかもしれません。ある外国人について考えるとき、人は本能的に私たちがその国について知っているあらゆることについて考えるでしょうか。最初に心に浮かぶことは何でしょうか。私たちはそれがどんなにステレオタイプな考え方、つまり固定観念であるか見つかなければなりません。そのために本当のその人を知る機会を失います。人を見た目で判断することで自分の世界が狭くなってしまうのです。私の3つの経験をお話しします。高校生の時、カリフォルニアのアーモンドの上で私は英語が話せないメキシコからの移住者と一緒に働いていました。マネージャーは私が多分英語を話せないと思って、あなたは英語を話せますかと聞きました。ところが私はアメリカ生まれ、アメリカ育ちなのです。そのマネージャーは私を何年もから見ていました。けれど彼は私をよく知ろうとはしなかったのです。もし彼が以前から私を知ろうとしていたら、そんな質問をしなかっただろうと思います。2つ目の経験です。私が16歳の頃、養子の国、メキシコにサッカー留学した時、チームメイトから差別されました。彼らは私があまりにアメリカ人っぽいというのです。アメリカに帰れと言われました。3つ目は日本でのことです。私はある人たちの私への行動に気づきました。電車の中で、私の隣の席が空いてても、中には座らないで隣の車両に移る人がいるのです。これは日本だけのことではなく、多分世界中のどこにでもあることでしょう。私たち人間は見慣れないもの、見知らないものは何でも本能的に怖がります。見慣れないものを恐れるということは、私たちの祖先が生き残ってこられた理由でもあるからです。この3つの経験で人が私の内面よりも外見で判断してたので、とても残念に感じました。ではどうしたら私たちは固定観念を打ち破ることができるでしょうか。それは簡単です。誰かについて何かを決めつけたり憶測したりのではなく、もっとよく知ろうと努力しましょう。その人たちの外見で判断するのではなく、自分たちと違っている人を受け入れ、寛大に接することを子どもたちにも教えましょう。私は高校で授業するときは、どのような背景を、持った生徒でも同じように接します。また、生徒には人を見た目で判断することで、人の心や考えを知るために、心を開き歩み寄ることが大切だと教えています。そのことを伝えることによって、私は多くの生徒と、信頼関係を築くことができました。そのため、生徒は積極的に参加してくれるように、ができました。私たちが自分たちと違って見る人たちに、
話しかける勇気を持つこと、それが結局はみんなが平和に暮らす、仲良く生きるという正しい方向に歩みを進めることになると私は信じます。ありがとうございました。